フィロソフィー。では次、ツインレイに物申す。というご意見です。ツインレイについて、運命の人って何？ツインレイだから運命の人っていうのは、ちょっと待ったって考えたことないですか？どんなに自分の思考を分かち合えても、突然 LINE ブロック、突然音信不通、突然会えなくなる。サイレント期間って何よ？いつまた会えるかわからない人を何年待てばいいの？その期間悩んで占いにはまって幸せをつかめるチャンス自分で捨ててない？これ次に続きます。ツインレイとの肉体関係も SNS で騒がれてるけど、基準をどれにして話をしてるかわかんない。統合したからイコール結婚？統合したら一生喧嘩しないの？別れたりしないの？私はツインレイに全く魅力を感じられない。運命の人って私は一生好きな気持ちが自分の中で冷めない人だと思ってます。うん。素敵ですね。いいですね。まあね、ツインで SNS で騒いでるんだね。なるほど。うまあん。結構ありますよね。うん。そっか。ツインレイにうん。出会ってしまったとか。まあ、さっき言った通りツインレってね、イコールアイドルみたいな感じなんで。うん。で、アイドルもね、どこの基準をアイドルっていうかがまたね、いろいろ変わるんですけどね。っていう感じ。で、ツインレイに全くこう魅力を感じないなら、それはそれで、うん、いいと思います。うんうん。うん。ミノルさんみたいに冷めた目で見とけばいいと思います。で、運命の人を私は一生好きな気持ちが自分の中で冷めない人だと思っています。うん。その通りです。私は冷めすぎなのかもしれないんですけど、一生好きな気持ちが冷めないとかないよって思っちゃうんですけど、冷めすぎですか？まあ、それでもいいんまあじゃない？嫌いにはなんなうん。いし、まあ家族として好きとかはあるけど、うん。一生ラブ、愛してみたいな、そういう感じ、うん。ないんじゃないみたいに思っちゃうんですけど。一応、うん、どこでやったのかな？うん、ブロック置き換えの時だね。スピリチュアル講座のブロック置き換えの時に、うん、一つ入れてもらったのが、うん、理想のパートナー。うん、これなんですよね。一生愛せる人。うん、うん、うん。をビジネスパートナー、引き寄せでね。うん。うん、をするんで、まあそんな感じ。でも、まあさっきミノル氏が言った通り、一生愛せる人。まあ調整はしてるけど、一生一秒、まあ、毎秒愛せるかって言ったら、そういう人はまずいないです。頭おかしいです。もしそうだっていう人がいて、頭おかしいっていうか特殊系です。まあ、一生愛せる人、まあ、いて居心地のいい人と一緒にいるのがいいよね。少なくとも、でもそういうのって現実的に、確率的にむちゃくちゃ少ないと思うんで、一緒にいても不快感が少ない人だったらいいと思います。うん、うん。不快感がゼロにするのもこれもミラクルだと思います。うん。うん。愛し合ってたってイラッとするよね。そう。ので、不快感がうん、低い人が少ないっていうのかな。少ない人、一緒にいて。うん。で、これは一緒にいることによって不快感を感じやすくなります。うん。一緒にいるとね、うん。何かとそう、目にありつ、ますよね。余裕が、仕事と一緒で、仕事ってまず会社に入るじゃないですか。その時って仕事を覚えるのが一生懸命で、人間関係をこう疑う様子がないんですよね。うん、でも、慣れてくると、仕事が慣れてくると、人間関係こうなんだなっていうのがいろいろ見えてくる部分が増えてくるんですよ。うん、で、そうすると、いいところ、悪いところ、当然悪いところ見えてきて、人間悪いところ探すのが得意な生き物なんで、うん、不快感はどんどん増えるのが普通だと思ってください。普通ね。うん。普通。うん。ただ、他の人と比べて不快感少ないよねって言ったら、それはもうあなたにとって特別な人になってるんで、うん。という人をね、まあ、選んでください。そうするといいですよね。うん。うん。そして、運命の人かどうかとかは関係なしに、私に合うか合わないか。運命の人だって嫌な人がいるんで、どうせ。うん。っていう感じです。うん。まあ自分の人生なんでね、自分が一番ベストだと思うのを選んで、生きやすいように生きてください。はい。はい。例えばね、パートナーがね、悪くても、まあ、パートナーに関わらず、こう生きていけるなら、その自分の楽しみをこう増やしていったりね。そういうことしながらね、うん。これから先の人生を、うん。ね。まあ、何よりね、魂の統合とか、うん、言いますけど、
まずは本当に大前提で、自分の魂との統合が大切なんですから。あ、自分自身。そう、自分自身。うん。他の人よりまず自分自身の魂の統合をしてくださいっていう感じ。ああ、自分の中で自分が嫌いとか、そうん。ういうふうに分離してたら、もう他の人と統合する以前にまず自分だよねって感じですか？そう。肉体と魂が分離してるからね。基本。ううん。ん。って感じでね、自分のいいところを見つけてあげて、うん。自分のいいところを褒めてあげて、で、そういう自分の魂と仲良く過ごすと、まあいろいろとね、生きやすくなります。はい。はい。で、ツインレイとか気にしてもしょうがないとか思いつつも、ツインレイの統合のステップとか、あれが絶対じゃない。あれをしないと統合できないとか、うまくならないとかは思わないんですけども、統合のステップ自体は別に悪いことじゃないですよね。なんか手うん。放しをするとか、執着をなくすとか、あれは別にツインレイ関係なしにいいことですよね。そうね、実際の、うん。ね、友人関係でも全ての関係であうん、ると思いますんで、うん。うん。このステップは出その会えて、ステップね。うん。うん、で、まあ仲良くなったけど、またちょっと離れちゃったり。うん、うん。で、離れたからなんかいいところが見つかって、ううん、ん、思い出して、また仲良くなるとか。そういうこともあるんで。うん、うん。ので、まあ一度の失敗でね、全てを失うと思わなくてもいいです。うん。そういう仲いい人と仲悪くなったら、まあサイレント期間だなっていうふうに、うん、思っちゃってもいいと思います。うん。だからその概念自体は悪いものとは思わない。うまく良いように使えるならば取り入れてもいいと思うってうん。感じですね。そうですね。まあ、使わなくてもいいし、使ってもいいし、みたいうん。な。はい。あとね、私ね、ツインレイ、みんながツインレイ好きなのは、まあ、時代なりの理由はあると思ってまして、前、人間関係の回の時に、X 世代、Y 世代、Z 世代ってあったじゃないですか。はい。それ、画面出してもいいですか？はい。性格的な傾向が変わっている。私たちは。あの、Z 世代、で、さらに下のアルファ世代。若い世代は、タイムパフォーマンス、コスパとタイムパフォーマンスを重視する傾向が強まってってんですよ。これって無駄が嫌いなんですね。はい。うちの息子見てても、無駄嫌なんですよ。YouTube 見ながらスマホ見ながらゲームもやってるし。で、無駄なことはとにかくしたくない。若い人、最近の人は。これ恋愛も同じだと思うんですね。無駄な恋愛をしたくない。だから、付き合うならば、もうこの人で正解。それだけをいきなりピンポイントで当てて、その人としか付き合いたくない。ゲームをするのも攻略本とかそういうのを見て無駄をしたくない。いきなり成功ルートだけを見たい。心霊信仰もそれと同じだと思うんですよね。うん。そうですね。ヒロさん的にはまあ、恋愛は経験多い方がいい。一人だけの方がいい。どっちでも任せます。それはどっちでも任せますよ。うん。いいとか悪いとかまずないじゃん。うん。好きだなと思ったこと付き合いたいなと思って純粋にその人を追っかけるだけで。うん。よく相談とかでもあるのが、この人をちょっと好きになりかけている。でも、ツインレイじゃなければ、この人と付き合って結婚まで行ってうまくいかないんであれば、早い段階でやめておきたい。失敗はしたくない。そういう声結構あるんです。うん。ヒロさんだったら失敗してもいいから突っ込んでくる。好きだったらそうするよね。うん。そもそもそんなね、恋愛なんてうまくいくと思ってないんで、あ、うん。うん。うん、本当にね、綱渡りの恋ですよ。うん。綱渡りの恋。本当いつ落ちるかわかんないような。あ、それを慎重にね、大胆に進むしかない。うん。でも綱渡りだったらなおのこと成功ルートだけ知りたいとかなんないんですか？例えば、それはやりましたよ。あもうこの人が保守的に自分三名学っていうのやったんで、あ、ああ、生年月日的にベストだなっていう相手がいたとしましょうん。う。いたとしてもその人と付き合える確率がないんだから。うん。じゃあね、次のカードを引かなきゃいけないわけですよ。それがもうあダメなんだから。あ、はい。それをね、一生追っかけててもいいけどうまくいかないんで。なるほど。うん。いや、自分ね、まあ、とある人が好きになったことがあるんですよ。あで、その人はもう結婚してたと。あ、うん。で、その子は旦那が嫌だから別れるって言ったんですよ。あうん。あ、でも結局別れなかったんですうん。よ。うん。
そんなもんだよね、と思ったよね。まあ、世の中そんなもんだよね、みたいな。うん。ということで、はい。思い通りにならないと思った方がいいですよ。思い通りにならないんで、と思ってて、カードが何枚かあった方がいいです。うん。どっちかっていうとね。ので、こうやって一人に縛ると、そういう、それがうまくいかなかったとき、まあ、ダメみたいな感じ。こんな感じですね。今無職で仕事を探してます。この会社以外と入りたくないと思ったとき、その間無職じゃないですか。うん。っていうよりも、どっかの会社に入って、そこの会社入れるかどうかね、募集するまで待ってればいいですよ。ああ、なとか、るほど。一箇所の行ってもそこ落ちる可能性が絶対あるわけじゃないですか。うん。なら複数を選んだ方が楽です。ああ、っていう感じ。はい。ツインレイを諦めることはないが、難しそうな相手であれば、その相手だけを洗顔で行くのではなく、併願で他の人にもアタックしつつ、そっちとうまくいったならそれでいいじゃんって感じですね。うん。そうですね。うん。あとはまあね、恋をすると綺麗になるんでね。うん。まあ確かに。うん。ぜひ、自分に恋して、さらに綺麗になってください。ああ、自分に恋し焦がれて。自分に。自分に、ヒロさん自分に恋してる自分に恋しようとしてるよ。自分にも。うん。の。うん。まあそんな感じですね。はーい。